この戸田先生の自覚はそれ以前の仏とは生命なりという語達とどのような関係にあるのでしょうか。自由の菩薩のご達は11月のことですから、その間には8ヶ月ほどの経過があります。その間、戸田先生は引き続き正代と施策を続けられました。仏とは生命なりとの語達はどちらかといえば知的な側面が強いのではないでしょうか。それが全人格的な体験へと深まったものが自由の菩薩の自覚ではないかと思われます。その意味で2つの悟りは一連のものと言えるのではないでしょうか。池田、悟りとは単なる認識ではない。ここが大事です。永遠の生命は認識するものでなく、それを生きるものです。修行が必要なのです。全人格が永遠の宇宙生命と融合していくのです。それが自由の菩薩です。自由の菩薩は修行する姿は菩薩でも、内面の境界は仏です。自由の菩薩として国上の儀式に参列していたという戸田先生の体験は、先生が永遠の生命の世界に確かに入ったということではないだろうか。仏とは生命なりという各地と自由の菩薩の自覚とは深く結びついているということですね。仏とは生命なりっていう語達と、我自由の菩薩なりっていう悟りと、この2つがあるんですよね。ここがポイントでございましてっていう。これもね、悩まされたんですわ。僕のこれ悩まされて一つ出た感覚をせっかくなので話を聞きましょうって感じですか。よっよっ。いや、今回ね、小本何回も言って申し訳ないんですけれどもね、自由の菩薩っていうのは菩薩界のことではなくて、仏界のことだって何回も言ってるんですが、それを裏付けているものとして戸田先生の獄中のご達でございますね。牢獄の中でご達をされるわけですが、そのご達の超有名な言葉が我自由の菩薩なりですよ。これがご達なんですよ。だから菩薩界のことじゃないですよね。僕らがやり始めた当初やりましたよね。やりましたよね。なんのこっちゃ言ってねドン引いてましたけども、ね、山本君もね、飲みプチプチ潰してたとこね。そうですそうですいやだからそのご達とまた自由の菩薩、これの関係についての深掘りですね今日は。いきましょうよ。南即ご達、任南即仏界。池田、大事なことは私どもの原点である戸田先生のご達がこの獄中でなされたという一点です。法華経ゆえの東獄です。四音章に仰せのごとく、これは四六時中片時も休まず法華経を信読していることに通じる。その中で戸田先生は我自由の菩薩なりと活然と悟られた。大難の真っ只中でこそ人間革命されたのです。南即ご達です。これこそまさに日蓮と同意ならば自由の菩薩たらんかのご金言を身をもって証明された姿と言えよう。厳しく言えば難なくして本当の日蓮と同意とは言えないのです。この獄中のご達こそ私どもの永遠の原点です。法華経を現代によみがえらせた一瞬であり、人間革命という太陽が現代に昇った一瞬だった。その時闇は深く誰も気がつかなかったが、夜明けは戸田先生の胸中で始まっていたのです。ここでポイントになるのが法華経ゆえの難っていうことですよね。法華経ゆえの、これは要するにこの蓮華と太陽の生命を引き上げようっていうのが、法華経というか仏法ですから、それを教えようとするっていうことは孔夫、孔夫ゆえの難ですよ。法華経ゆえの難っていうのは前に進もうとしている人間はやっぱぶち当たると。孔夫ゆえに難が起きるっていうことは、今までもやってきた通り当然っちゃ当然なんですけど、孔夫をしようとして起きている難っていうのは四六時中片時も休まず法華経を信読していることに通じるんですよね。成長しようとしているっていう最中がもはやって感じですか。一瞬一瞬がもう成長というかね、でも孔夫ゆえの難じゃなくて普通の難というか、難は難でも、自分が悪いことして嫌われるとか、それは難とは言わないというかね、知らんがなってなるんですよね。法華経ゆえの難、これがポイントですね。大事ね。難は難でもということでございます。斉藤、その獄中のご達については戸田先生がいろんな形で言い残されています。それは昭和19年1944年の初頭のことでした。この時戸田先生は法華経の真理をつかもうと真剣な唱題を重ねながら施策を続けられていました。遠藤、分かりたい、
分かりたいと独り言を言われて独房の中を歩きながら寝ても覚めても法華経の原文と格闘された。このように戸田先生自身が書かれた小説人間革命下巻に述べられています。そして年頭からの題目が180万遍に達しようとしていたある日の朝、しんしんとすがすがしい正題をされている時に戸田先生は不思議な体験をされました。夢でもない、うつつでもない、時間にして数秒であったか数分であったか、それとも数時間であったか、測りようがなかったが、彼は数限りない大衆と一緒に虚空にあって金色散乱たる第五本尊に向かって合唱している自分を発見した。これは嘘ではない。自分は今ここにいるんだ。彼は叫ぼうとした時、独房の椅子の上に座っており、朝日は清らかに輝いていた。ご自身が輸十本に示された虚空への世界にいることを確知されたというのです。すごい話ですけど、今まで学んできた通り、戸田先生はこの時虚空の中に入った虚空へ、自分の王帝の一番下の炎帝の保証に入られたっていうようなことになりますね。実感しちゃったと。そしてまたポイントがこれですよ。分かりたいと思いながら分からない法華経の原文を見てた。戸田先生も分からないけど見てたんだ。これがポイントなんだよね。分からなくても分かりたいと思って題目をしながら、とにかく我々で言ったら五書と向き合うってことですよ。最初自分も五書を見た時何にも分からなかったから。そうね。昔の言葉だしでも分かりたいって思って題目する、でまた挑戦する、分からないものを見る、苦痛ですよ。でこれを繰り返していくっていうのが戸田先生のやり方だった。で俺はそれを真似たんだ。だから俺みたいなアホでも分かるようになったんだ。五書の言ってることと法華経が何を言おうとしてるかっていうのが。これはポイントが分からないけど分かりたいと思って向き合う、挑戦するってことですね。そうですよね。これは全学会員が挑戦するべき向き合い方、信心の仕方だと思いますよね。これはもう声を大にして言いたい。分かりたいと思えるかどうか。そうですね、まずはね。分からなくても向き合うっていう、これは覚悟がないとできるんですな。忍耐が必要ですな。まあ言います。はい。池田、世界交付の原点となったのがこの時の戸田先生のご達です。我十の菩薩なり、この戸田先生の大革新から高専力の壮大な流れが言葉知り始めた。須田、戸田先生は書いておられます。今目の前に見る法華経は昨日まで汗を絞っても解けなかった難解の法華経なのに、手の内の玉を見るようにやすやすと読め、的確に意味が汲み取れる。それは遠い昔に教わった法華経が思い出されてきたような不思議さを覚えながらも、感謝の思いで胸がいっぱいになった。よし、僕の一生は決まった。この尊い法華経を流布して生涯を終わるのだと決意された。池田、不思議といえばこれほど不思議なことはない。しかし戸田先生にとっては紛れもない体験であった。先生は霊前一会元年未参、霊前一会元年として未だ知らずのお言葉を身で読まれたのです。斎藤日順上人は戸田先生を十の菩薩の先達と称えておられます。戸田先生が先達となって十の菩薩である75万世帯の学会員をこの世に呼び出されたのであると。75万とは南無妙法蓮華経の七時五時とも言われています。輸十本はまさに学会の生命線とも言うべき一本ですね。ちょっと過去にやったかもしれないですけども、七時五時、南無妙法蓮華経で七時、妙法蓮華経だけだったら五時、だから七時五時っていう言い方をされてたってことですね、当時は。だから75万世帯っていうものを戸田先生の人生の目標にされたというね。そして実際に実現されたことになりますけども、日順上人は当時の宗門の発数というかね、だったんですが、理解があったんですよ、創価学会に。で戸田先生を我々の時代、また細かく言えば1940年から60年というか、いう人たちを引き上げるためのリーダーとして、十の菩薩の先達者、十の菩薩のリーダーとして
その当時の自由の菩薩を引き上げた。そういった内容でございますな。まあまあだからまあ優十本と関係あるんですよ、悟りの感覚っていうか。そういうことね。続いていきます。はい。宝刀の中へ言うべきなり。須田、この戸田先生の自覚はそれ以前の仏とは生命なりという語達とどのような関係にあるのでしょうか。斉藤、仏とは生命なりとは昭和19年1944年の3月初め、戸田先生が無量義教の教文を試作している時に得られた語達ですね。無にあらず無にあらずという34の否定を超えて実在する仏とは何なのかと。自由の菩薩の語達は11月のことですから、その間には8ヶ月ほどの経過があります。その間、戸田先生は引き続き正代と試作を続けられました。遠藤、仏とは生命なりとの語達はどちらかといえば知的な側面が強いのではないでしょうか。それが全人格的な体験へと深まったものが自由の菩薩の自覚ではないかと思われます。その意味で2つの悟りは一連のものと言えるのではないでしょうか。池田、戸田先生の悟りの全容は到底語り尽くせないが、先生は法華経ゆえに投獄された。迫害に耐えて信念を貫いた。そのこと自体が法華経を身をもって読むことであり、全人格的な体験です。忍難即仏界です。難と戦う信心によって生命に大変革が起きたのです。諸難ありとも疑う心なくば自念に仏界に至るべしとの仰せの通りです。悟りとは単なる認識ではない。ここが大事です。永遠の生命は認識するものでなく、それを生きるものです。修行が必要なのです。なぜならば認識しようとしてもそうしようとしている自己自身をも支えているのが生命だからです。波に海をつかむことはできない。小で大をつかむことはできない。ではどうするのか。大いなる永遠の生命を小さな我が身の上に権限する、有限する以外にないのです。そのためには全存在をかけた自己浄化が必要です。それが仏道修行です。シャバ世界の至上の心は煩悩や業によって転倒している。すなわち我々の生命は本来は妙法根本です。それがエゴ根本になってしまうのが転倒です。仏界という永遠の生命が自己の上に染み通ってくるのをその転倒が邪魔しているのです。ここの部分がねすごい入ってきたんだ俺。いやーわかるな。エゴになっちゃってるね。そう、それが仏界が自分の上に染み通ってくるのを邪魔していると。その感覚ねっていうね、わかる気がするこれ。面白くなってきましたが、はい、遠藤、受領本には天道の主情は仏が近くにいても見えないとあります。また天道の主情は苦しみの海に沈んでいるとも説かれています。天道の主情をして近しといえども見ざらしむ。我は諸々の主情を見れば苦海にもっせり。下駄、そう詳しくは受領本で学びたいが、その場合の仏とは苦音の本物としての釈尊だね。仏のことを如来という。如来とは如如として来たる。つまり妙法が瞬間瞬間ここにいる自分にありのままに現れてくる生命状態です。この妙法の永遠の立道がすなわち永遠の生命です。また仏の本体であり本物です。諸仏のすべての功徳の源泉でもある。まさに虎先生が悟られたごとく仏とは生命なのです。この本物は実は私たちの生命の根源でもある。その意味で本物は近くにいるのです。しかし天道の主情にはこの本物が見えないのです。何と戦うということは自身の転倒した心を鍛えて永遠の生命と一体化していくことになる。自己コントロールというか楽器を調律するように我が生命を永遠の妙法の立道に合致させていく。全人格が永遠の宇宙生命と融合していくのです。それが自由の菩薩です。大聖人は仰せです。魚の水になれ鳥の天に自在になるがごとし。自由の菩薩ははるか昔からひたすら妙法を修行してきた。妙法根本、信心根本の生き方を鍛えてきた。大聖人は自由の菩薩を
さればよくよく心をきたわせたもうにやと仰せです。だからこそシャバ世界で大難にも耐えて愚教していける仏界に従しているからです。須田、それが釈家の菩薩との違いと言っていいのでしょうか。池田、そう言えるでしょう。釈家の菩薩や他方の菩薩はあくまで成仏を目指す菩薩です。それではシャバ世界の愚教には耐えられない。久遠の妙法に習熟し伝達した本下自由の菩薩でこそその任に耐えられるのです。前にも語ったが、牧口先生は塵も積もれば山となるというが、実際に塵が積もってできた山はない。できるのはせいぜい塚ぐらいのものである。現実の山は地殻の大変動によってこそできる。同じように正禅をいくら重ねても大禅にはならないと言われた。正禅を重ねて成仏しようというのが釈家の菩薩の生き方とすれば、本下の菩薩は発祥の縁で生命の汚点からあたかも火山の爆発のごとき勢いで仏界の大生命力を噴出させるのです。自由の菩薩は常に妙法を修行し、瞬間瞬間永遠の生命を呼吸している菩薩です。修行する姿は菩薩でも内面の境外は仏です。自由の菩薩として国上の儀式に参列していたという虎先生の体験は、先生が永遠の生命の世界、本仏の真如の世界に確かに入ったということではないだろうか。遠藤、仏とは生命なりという各地と自由の菩薩の自覚とは深く結びついているということですね。池田、その通りです。戸田先生は読まれた。御仏の命を悟らば苦悶より自由の菩薩と我を誇らん。会長に就任された昭和26年1951年のお歌です。斎藤、国上は永遠の生命が顕現した宇宙大の世界です。また自由の菩薩は永遠の生命を体現した菩薩です。そしてご本尊は国上という永遠の世界を用いて永遠の妙法と一体であられる大聖人のご境外そのものをご図見されている。その意味で戸田先生の体験はご本尊の世界に入られたことを意味するのではないでしょうか。先生は昭和20年に出国されてご自宅に戻られた時、直ちにご本尊を間近に拝してご自身のご達が間違いないことを確認されています。ご本尊は国上を表現してますからね。そこと一体、そこに入った、そこでですね。はい。遠藤、池田先生の小説人間革命第1巻にはその時の模様が次のように述べられています。彼はご本尊に頬をすり寄せるようにして一時一時辿っていった。確かにこの通りだ。間違いない。全くあの時の通りだ。彼は心につぶやきながら獄中で体得した不可思議な国上の儀式がそのままの姿でご本尊に厳然としてしたためられていることを知った。彼の心は歓喜にあふれ、涙は棒だとして頬を伝わっていった。心に彼ははっきりと叫んだのである。ご本尊様、大聖人様、戸田が必ず公選流布をいたします。池田、有名なご金言にこのご本尊全くよそに求むることなかれ。ただ我ら主上の法華経を保ちて南無法蓮華経と唱うる経中の肉弾におわしますなりとある。戸田先生はこの御門をありありと実感されたのです。そして大聖人が信心によってこのご本尊の宝塔の中へいるべきなりと仰せの通り、宝塔の中に入られた。国上の中に入られた。ご本尊即宝塔、宝塔即自身、その真実を先生は生命全体で知ったのです。深い話でございましたね、今日は。ちょっと思い出すところもありますよね。やりましたからね。初期のね。初期動画で。仏とは生命なりっていうご達と、我自由の菩薩なりっていう悟りと、この2つがあるんですよね。ここがポイントでございましてっていう。また深いな。これもね悩まされたんですわ。最初仏とは生命なりで悟ったんじゃないのかなって思ったんだけど、その8ヶ月後ですか、我自由の菩薩なりっていう悟りをされた、これが真の悟りになるんですが、さあ前回もやりましたけどもどう思いましたかっていうことですか。俺はここめちゃくちゃ悩まされた。
でもここなんだろう、その牧口先生の塵も積もれば山となるのこの例えのところ、やっぱ地殻変動で大きな山になったっていうところは僕的には分かりやすいのかなと思ってたんですけど、これね、まあ本当その通りだな。うん、大地震起こしたろやないかいっつってね。同州将棋ですね、これがはい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 。つながるんですよ。そうね。この自分の中の虚空っていうものを引き上げてとか言ってますけど、その引き上がってる様子っていうのはまさに火山の爆発のごとき勢いで上がってるってことですよね。そういうことね。よっぽどのことがないと人間革命ってできないから、相当の勢いで自分の生命の中を調べたらものすごいことが起きてるっていう、信心されてる方はみんなそうですよ。なかなか気づかないかもしれないが、心療学をやってる時っていうのは生命の中で大変革が起きてものすごいダイナミックな事象が起きてるというね、これがより鮮明になってくるんだと思うんですよ、信心を続けていくごとに。最初の方は何にも変わってねえじゃねえかと思ってるかもしれんけど、でも実際に起きてるわけだ、この感覚が大事なんですけどね。さあ僕のこれ悩まされて一つ出た感覚をせっかくなので話を聞きましょうって感じですか。よっ仏とは生命なり。ほこの5奪に関してはですね、34の否定とかありました。ありましたね。その身はああでもないこうでもないっていう、あらず。その身っていうのは仏のことで仏界のことで、南無法蓮華経のことなんですけどね、それがどういうものなのかっていうのを、題目しながら実感として分かるという、これが仏界かっていう要するに、崩れないものが長くもない短くもないとかいろんなこと言ってる、もうずっとあるもの、これもうちっちゃいけどかすかにこのことかっていうことが分かることだと思うんだよな。俺仏とは生命なりの5奪に関しては、俺体感した。分かったこういうことを言うやつってやばそうな感じじゃなくてでもこれを分かるために信心であるから、本当は全学会員分かったっていうぐらいの話なんとあかんよって思うんだけどね、俺は。まあそうだよね。で問題はですよ、で我自由の菩薩なりの悟りっていうのが、要するにそれに全部包まれた状態ってことですよ、これ。根底の基盤の境界が仏界になったってことだから、これに関してはまだまだなんですね。今その途中なの。さすがにまだちょっと今修行中ですから、そう我自由の菩薩なりの悟りを得るために今こうやって心療学をやってるわけですからね、でも俺はもうこの一生のうちに絶対体感したいところではあるなと思うんですよね。青臭いことかもしれんが、でも本来創価学会の信心っていうか修行っていうか、そういうことなんで、そこを目指さないでどうすんのね。俺はその悟りを絶対に今世で得てやると見てろよと。でも声を大にしてこうやって言えてるっていうことは成長なんですよ、これでも。そりゃそうですよね。1年前こういう話したけどここまでは言えんかったねそうね。だいぶ飛んだね。だいぶ飛翔の年ですからね。もう飛翔でも躍動ですよ。躍動の年ですから、躍動はしてるんですよ。でもそういうことですよ、これ。この2段階があるってことですよ。仏界っていう実態をまず掴むっていうか、題目してるうちになんとなく、これなんじゃねえかってコメント欄とかでもありました。なんかこう引き上げるっていうけども、なんか引き上がってる感じが分かるって。で、その何が引き上がってるのかをもうちょっと鮮明にやっていくうちに、これが引き上がってんなってのが分かるわけだ。でそれが仏界だよと。だからこのことを仏って言ってるんだってなるわけだ。そんだったら仏って生命のことなんだってなるわけだね。これ以降の悟りじゃないか。これをどんどんいろんな、特にここのリスナーの人たちには全員体感してほしいところですよね、ここは。いいね。山本君もそうです。絶対に掴んでほしいところ、まずここから始まると。なるほど。で引き上がってるものに全て包まれるとき、自由の菩薩の意味が分かるというね。我自由の菩薩なりの悟りが来ると。青臭いようだが、俺はこういう悟りを得る人を自他ともにだけど、めちゃめちゃ増やしたいと思ってるからね。それが俺の使命だと思ってるからね、これ。なんだろうな、気づくって感じですか。そうですね。
まだもともとあるんだもん。あ、これのことかってなるわけだからってことだよね。じゃあ振り返ってみると意外とこのことかって感じる人も結構いるってことですよね。実際は、感じてるはずだから、でそれを言語化したというかね、これを仏って言ってるのかっていう。なるほど、言語化ね。なんとか言語化しないと続かないから、言語化頑張った結果、仏っていうね、いう表現されたというか、もともとみんなあるもんだから、そもそもがそういうことですよね。英語根本になるとなかなかつかみにくくなるんだけどってことですね。英語根本ね、あれなかなか秀逸な例えだな。そんなんばっかりやと思っちゃうけどまあそれが凡夫なんでね。そうね、それに対抗するために信心、妙法根本っていうのがある。まあちょっとね濃い話だったけども、今日のところはこんな感じで終わろうかな感じだけど、まあ深いですけど本質的ではありましたね。こういう話がしたくてずっと頑張ってきたってこともあるからね、楽しいじゃんこういう話はね。皆さんは各地されたでしょうか。そうそれこそ創価学会の本来の話題だと思う、トークテーマだと思うんで。そうよね。なかなかこういう話しないじゃない、創価学会。体験発表もなんかより一層深いものになりそうですよね。そうですよね、絡めていくと。体験発表、またちょっと話がなくて申し訳ない、体験発表って言って、これをなんとなく感じるのも体験発表や。悟ってますやんっていう拍手喝采が出る。そうそれをだから喜び合えればいいんだよね。まあそうだよね。まずは感じるところで、境外が引き上がらんと説得が出てこないっていうのがあるから、それを分かったんだったらそれを引き上げて、境外引き上げる、境外高めるっていうのは要するにそれを引き上げるってことだけど、その量が増えてこれば説得力も出てくるし、だからそれも一つの体験だから、そう照れずに、そういうことをどんどん話していってもいいんじゃないって。俺はこういうこと言うのがなかなかやばいやつと思われると思ってあんまできなかったけど、俺は線空切って、俺はこれも体験だから、これをガンガン今公に発表したって感じですよね。いやいいですよね。体験発表ってすごいいいと思いますよ僕。だって気づくのが大事なんですもんね。そうなんですよ。あれそれ経験済みなんですけどとか、それすごいなとか、いろんなことがこう気づけるんで、年齢性別関係なく国籍も、そういうきっかけをなんつうんだろうな、気づき合うっていうきっかけの場としては非常にいいですよね。だからアップデートするんだったら座談会こういうことを課題合える会みたいなの作ったってええんちゃうっていうね。みんなこんな風なことをしてるんでしょうかね。すいませんちょっと課題出すぎましたがいや大事。まあ今日こんなところで、はい、お疲れ。おつまど。